はい、おはようございます。イベントが終わって、ちょっと実況をしようということになって、近くのバンコクから3時間ぐらいかな、ダムに来てます。今回ね、イベントで、トーナメントで皆さんファングベイトを使っている方が多かったのと、足立社長がこのトーマンの釣りをしたことがないっていうことだったんで、実際にどんな感じで釣るのかっていうのを体験してもらおうと思って、近所のダムに来てます。ちょっとね、イベントの数日ぐらい前から雨風が強くて、あともうボールのシーズンがちょっと終わりかけて、状況的にそんなによろしくはないと思うけど、どうなるかわからんがやってみましょう。このアジアでタイだとチャド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、この辺だとトーマンって言われてるこのジャイアントスネークヘッドっていう魚を、アジアで一番ポピュラーなゲームフィッシング、フィッシュイーターの魚で、それを今回狙っています。で、基本的に普通の釣りだと、ブラインドでこうポイントをこう打っていく感じの釣りが多いんだけど、もちろんこのチャドーゲームもブラインドでストラクチャーみたいな感じのところを狙って打っていく釣りもできるし、あとライギョの仲間なんで呼吸しに上がってくるんで、その呼吸しに上がってきたところに打つっていう呼吸打ちっていうのと、ブラインドでのゲームと、で今回やってるこの3つ目がボール打ちって言って、子供の周りにオスとメスが10センチぐらいになるまで約3週間ぐらいかな、もっとかな、1ヶ月ぐらいか、親がついてるんですよ。アジア人の大体も基本的な釣りっていうのは、その稚魚ボールを見つけて狙い撃つと。で、基本的には呼吸打ちもブラインド打ちも、大体タイ人に限らずアジアの方はあんましない。で、やっぱりその狙って大きいのも釣れるしっていうのがあるんで、多分このボール打ちっていうのがメインになっちゃってはいるんだけど、結構有名なアングラーさんとかもブラインドで釣ったぜとか、呼吸に上がってきたタイミングで釣ったぜとか言ってアップしてるけど、魚体でバレます。婚姻色がバリバリ出てるんで、今回は堂々ともうボールで釣ってますと。で、ボールこういう風に釣ってますと、みんな知りたいのそこだから、一番言いながら釣ろうかなと。基本的にこのフライボール打つときはボールが出ます。で、ボールの数メーター先にルアーをまっすぐ落として、で潜らしてボールがちょうど沈んでるぐらいのところを
ルアーを通過させると、それで食わせるっていうのが大体セオリーなんだけど、まあボールの真下に親がいない時、特にオスはちょっと離れたところにいるんで、必ずボールの周りで呼吸に出るんで、ボールと親が呼吸に出る位置をよく見ながらやるといいかもしれないですね。でこのフライボールの親ってゲームフィッシングとしてやってるから、ちゃんと釣れた後にすごい体力を回復させてボールのところにリリースすることが結構多い。それはそうしてくださいねっていうふうに我々が言わなくても、やっぱもう皆さんアングラーさんたちがそれをやってくれてるから、だからねこう難しいボールとかは張り傷が何個もある魚とかを何度も釣ってるんで、だからフライボールが出てすぐ釣られて1週間ぐらいしてまた釣られてみたいな。だからその反応がないからボールやめようとかよりも、最低でも30分1時間ぐらいはすごいフレッシュな感じがするんだったら打ってもいいんじゃないかなと思いますね。とりあえず今ルアーを120の DR から100の DR に変えました。たまに当てる時のこう角度、先行角度が変わるんで、ちょっとこう斜めからアプローチするパターンで120を使っていたんだけど、100でも急先行で球のほんとすぐそこにこう投げてもうすぐ潜らしてっていうパターンに今切り替えた。あとは ABS とボーンでラトルと、ノンラトルで、あと水の色とかその太陽とか見ながらで、このベイビーボールももうそれぞれ個体によって動き方も違うんで、今みたいにそのボールのど真ん中とかに入っちゃっても100だと比較的スコーンって早く潜るんで食ってくることが多い。逆に120とかはボールの本当2メーター3メーター先に投げて潜らして当てないとなかなか食わない。だけど120の方がやっぱりそのでかい針も乗せれるし、そのでかいのがいる時の安定感はあるんで対応する人は多いかなって。ほぼね最高到達点のそのレンジはほぼ変わんない。だいたい俺の場合はこのチャドーフィッシングは P4 に60ポンドのフロロを使ってるのね。そのシステムでだいたい潜らして2つとも 1.8 メーターぐらいかな。でもだいたい 1.8 メーターのところで食うかといったらそうではない。だいたい1メーターから 1.5 メーターぐらいのところでバイトが出ることが多い。要はその潜らせてる途中で食うことが多いってことだよね。でこういうダム湖だと水深が3メーター4メーターあるんで DR ばっかりになっちゃうけど、水深 1.5 メーターぐらいのシャローレイクだったらもう SR がもう鉄板。 DR でもうボトムついちゃうと食わないので、そういうシャローレイクだと SR が鉄板かな。あの辺に出るわ多分。ほら分かりやすいや分かりやすい。ただ浅いもんだから。SR とかだと違った違うんじゃないかな。じゃ分からん。だって俺はこの釣り初めてやってるからねもうだってさ釣りのあれはさ散々カズさんがやったんでしょ。そんなさお前さ初めてこの釣りやった俺のさそのなんていうの必要ハウトゥーが
SR? SR? ああ SR の方がいいんじゃないですよね。ほんとちっちゃいな。惜しかマジか。あんま大きくねえな。危ない。おめでとうございます。ありがとうございます。以上。はい。もうキャプテンが SR にしろって言うから、もう Yes I do。SR？ SR？キャプテンには従うっていうのはもう基本ですから。自我を捨てるっていう。65センチです。知らんけど。まあそもそも太いわな、日本のライブよりも。まあだいぶそのマジかウエイトに対するパワーっていうことを考えたら上位に来る魚じゃないの。はい。はい、子供のもとに帰りなさい。はい。だから俺お前そのさ初心者なんで上映さんの説明でいいと思うんですが、まあ浮いてるベイビーボールのベイビーのサイズが小さいってことは生まれたばっかでまだ魚が若いので、まあ、釣りやすいっていうことらしい。でもここがメジャーポイントでしょ。メジャーポイントなんで2ヶ月前とかに生まれたやつはもうこれぐらいになっちゃってるわけですよ。っていうことはルアー投げられまくってるんで釣るのが難しい。でそういうことでしょ。そういうこと。分かった。よしバンコク戻るか。早い。